Hey guys、月上がチューブの月です。朝や運動前におすすめの筋膜リリースを4つ行っていきます。まずは肩甲骨の後ろにボールを当てて、両手は頭の後ろで大きく吸いながら後ろに寄りかかり、吐く息で背中を丸めます。吸いながら胸をストレッチ。吐いて起こします。背中を丸めたまま今度は前後に体を揺らして肩甲骨や背骨の周りをほぐします。左右に軽く傾けながら背中や肩の後ろ当たる位置を変えましょう。優しくコロコロ動かします。少しずつ当てたい場所を変えながら可能であれば腰まで優しくマッサージしていきます。腰のあたりは結構痛いので自分の無理のない範囲で動いてみてください。ではもう一度肩甲骨の後ろにボールを当てて上半身寄りかかったらリラックス。伸ばせる方は両腕伸ばしていきます。胸を大きく開いて呼吸をたっぷり入れましょう。朝縮まりやすい胸や肩周り周辺をしっかり伸ばして姿勢の改善、猫背予防につなげていきます。ゆっくりと体を起こしたら次は四つん這いの姿勢になります。二の腕と背中、体の体側を伸ばすストレッチ。両手前習いの姿勢で片手ずつポールに手を置き前に滑らせるようにしながら脇や胸を床に近づけます。足幅は腰幅の状態でバランスを取りながら手を前に伸ばして腕の付け根からストレッチしていきます。反対の手も同様に乗せる場所を調節しながら無理のない範囲で肋骨周りまで筋肉を伸ばしましょう。肋骨の周辺も特に猫背姿勢が普段続きやすい方は固まってくる場所なのでしっかりと伸ばして姿勢を改善します。これは肩こりの予防にもとても効果的な動きです。片手ずつができた方は今度は両手でチャレンジ。この時膝が90度になるイメージでお尻は天井方向、両腕指先が前の方にスライドされます。胸や背骨周り周辺、体の両体側が伸びてきます。吸いながら体を起こし背中を丸め、吐きながら胸を床に近づけてみましょう。背骨の動きも意識して柔らかくしていきます。ほぐれたら動きを止めて座り姿勢に戻っていきましょう。あぐらの姿勢で座ったら今度はポールを体の横に置いて片方の手をお尻の横、もう一方の手をポールに乗せ吸いながら外側から手を持ち上げ吐いてポールをスライドしながら横に倒す。お尻は浮かない範囲でどっしりとマットに下ろしながら腕で体全体を引き上げます。この時も体側が伸びているのをイメージしましょう。視線は伸ばした指先かマットの方向。吸う呼吸で上に伸びて吐く息で倒してみましょう。自分の呼吸のリズムで繰り返しましょう。これも猫背肩こり予防に効果的です。反対側も同様に行います。吸う息で腕を持ち上げ吐いて側屈。部位によってそれぞれ痛いところ、苦手なところは皆さん違うので自分のできる範囲で優しく動いてみましょう。動きを止めたくなったら途中で止まってもいいし自分が心地よいと思う範囲で繰り返し動いていきます。最後は下半身、外ももをほぐしていきます。足は一直線に伸ばしてお尻と太ももの境目にボールを当てます。
かかとから頭の先まで一直線に置いて、上になった足、前から膝を立てて、左右にコロコロ揺らしていきましょう。最初はお尻とももの境目あたり、ほぐれてきたら少しずつ動きを大きくして、太ももの外側から膝のあたりにかけて優しくほぐしていきます。これ最初はかなり痛いので、もし痛みが強い場合は無理に動かずにコロコロしないで止まってキープ。場所を少しずつ変えながら繰り返してみてください。さらにチャレンジしたい方は足を揃えて体重をかけながら揺らしていきます。最初は私もかなり痛かったですが、やっていくうちにどんどん慣れていって、最終的には滑らかに動けるようになりました。反対足も同様に行いましょう。最初と同じようにももとお尻の境目に当てて、上の足、膝を立てます。優しくコロコロ揺らして、自分の動きやすいところ、当てやすい場所を探しながら動いてみましょう。普段ヒールを履くことが多い方や、片足重心で立ってしまう方、足を組んだり横脚に悩んでいる方にもおすすめです。普段から余計に使ってしまうことで疲れたり張ったりしてしまう外ももをしっかりとほぐしてあげることで、余計な筋肉を使わずに普段の日常生活、歩いたり立ったりすることができて、下半身の歪みの予防改善につながっていきます。では座り直して3回深呼吸。大きく吸って吐いて下ろします。吸って手を上げて吐いて脱力。最後は手を合わせて胸の中心まで下ろしましょう。ここまでご視聴いただきありがとうございました。朝は寝ている間に固まった筋肉をほぐしたり、体の動きを整えることで歪みにくく代謝の高い一日を過ごすことができます。ぜひこの次の夜と運動後の筋膜リリースもセットで行ってみてください。Have a nice day!